皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアによるウクライナ侵略、その本格的な侵攻から3ヶ月が経ちました。ここに来て、武器支援などの影響もあって、海では戦況が変わろうとしています。また、一方では、兵器支援などもたくさんあるんだけれども、ロシア側の巻き返しなどもあり、ドンバスの戦いにおいては、ロシア軍が一つの成果を上げようとしています。今回の動画では、海と陸、この2つの戦局の転換点となろうとしている出来事を解説していこうと思います。それではまず、ウクライナに対する武器支援の流れがどうなっているか、そしてその中で海の状況を変えようとしている兵器の提供についてのニュースから見ていきましょう。デンマーク、地対艦ミサイルハープーン提供へ、ウクライナ支援。ロシアのウクライナ侵攻を受け、ウクライナへの軍事支援を議論するアメリカ主催の国際会議が23日オンラインで開かれ、47カ国が参加した。オースティンアメリカ国防長官は、デンマークがウクライナの黒海の沿岸警備のために、地対艦ミサイルハープーンを新たに提供することを表明した。ウクライナは支援を歓迎している。オースティン氏によると、この日の会議では、イタリアやギリシャ、ノルウェーやポーランドが大砲と弾薬の提供を表明するなど、計約20カ国が新たな軍事支援を打ち出した。ロシアは侵攻後、黒海の封鎖を続け、ウクライナの小麦などの輸出が滞っている。ウクライナはロシア海軍に対抗し、海上封鎖を解くためとして、長距離の地対艦ミサイルの提供を求めてきた。アメリカはこれまで提供に応じるかを明らかにしていなかった。ウクライナのレズニコフ国防相は会議の後、次の会議で今日パートナー国が議論したシステムの使用の結果を報告するつもりだ。戦場でのゲームチェンジャーとなるはずだとツイッターに投稿し、支援を歓迎した。アメリカは先月26日、ウクライナへの軍事支援をめぐる国際会議をドイツの米軍基地で初めて開いた。日本を含む40カ国以上が参加し、ドイツはゲパルト対空戦車を提供する方針を明らかにした。2回目となる今回は、前回参加しなかったオーストリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コロンビア、アイルランド、コソボが新たに参加したという。アメリカはウクライナ支援をめぐる国際会議を定期的に開く方針で、次回は6月15日にブリュッセルでのNATO 防衛相会合に合わせ対面で開くとしている。今回武器支援の中で目玉として取り上げられているのが対艦ミサイルハープーンです。ハープーンはアメリカでも採用されていますが、多くの国々で採用されたいわゆる傑作地対艦ミサイルです。現在でも数多くの国で現役として配備されてもいます。ハープーンの量産が始まったのは1975年であり、もうそろそろ半世紀になろうとしています。しかし、この半世紀の間、少しずつ改良を加えて、今もなお配備されている国が多いということは、それだけ完成度の高い兵器だということです。ただし、そうした完成度の高い兵器であっても、最近では、ハープーン後継となる地対艦ミサイルの開発も進められており、少しずつ世代交代が始まろうとしています。今回、武器支援の目玉として取り上げられたハープーンは、ウクライナに提供されることによって、ロシアの黒海艦隊の動きを抑制することができますし、また、迂闊に近づけば当然のように撃破される危険性がロシア側に発生します。ただし、ハープーンの射程距離というのは黒海全体をカバーするほどの長大なものではありませんから、実際のところハープーンによってロシア軍を近づけさせないようなことができるのは黒海の西側半分となります。しかし、それだけでも十分です。なぜならば、現在のところ黒海の封鎖が続くことによって、ウクライナは海上ルートでの攻撃が一切できないようになってしまっています。ウクライナは穀物の大生産地であり、小麦やひまわりといったものが輸出できないことが、これが穀物価格の上昇に大きな影響を与えています。日本の場合だと、オーストラリアやアメリカからの小麦の輸入が多いので、ウクライナ産の小麦が入らないこと、それ自体は大きな問題にはなりませんが、どこかの地域で小麦が圧倒的に足りないといったことになれば、当然のように穀物価格が世界全体で上がることとなります。ですから、ウクライナのことだから関係ないではなく、回り回って日本においても小麦価格の上昇といったことが起こるのです。そうしたこともあって、ロシアやウクライナ産の小麦などが世界に流通しないということは、それに伴って特に購買力のない中近東やアフリカ大陸の国々の人々にとっては、そもそも買うことが難しくなる。それによって食糧危機が起こることなどが国連が警鐘を鳴らしていたりします。もちろん多くの国々にとっても穀物価格の上昇によって生活に
かかるコスト増加といったものがありますから、ここでもやはり貧しければ貧しいほどその打撃は大きくなってしまいます。しかし、今回ウクライナにハープーンが十分な数配備されるようになれば、ロシアの黒海艦隊はウクライナの穀物輸出を防げなくなるかもしれません。なぜならば黒海というのは基本的にロシアとウクライナの海というわけではありません。沿岸国としてルーマニア、ブルガリア、トルコといった国々があり、それらの国々の領海まで船を進めることができれば、最低限ロシア側からの直接攻撃を受ける可能性はほとんどありません。例えば、ウクライナ南部のオデーサから出港した輸送船がルーマニア沿岸の領海内においてロシアの軍艦によって撃沈されたなどということがあれば、ルーマニアに対する領海侵入とともにその地域における軍事行動をしたということであり、ルーマニアに対する敵対行為以外の何者でもありません。少なくとも現在の状況においてロシアが積極的にそのような馬鹿げたことをするとはさすがには思いません。しかしそこで問題になるのが、黒海においてくさびになる場所があります。それがスネーク島です。開戦初期においてウクライナの島がロシア軍に占領されたのですが、現在でもなおロシア軍はここに兵を置いています。スネーク島に対空ミサイル、対艦ミサイル、またロケット兵器などを置いておけば、それに伴ってこの周辺にかなりの睨みを利かせることができますし、またウクライナ側の隙をつくようなことができれば、ウクライナ南西部に上陸し、そこからオデーサを目指したり、一時期話題になったモルドバ侵攻などといったことが選択肢に入ってしまうのです。ですから今回ウクライナにハープーンが提供されるということは、ロシアの艦隊に対する圧倒的な攻撃力を持つとともに、世界中の穀物価格にも影響を与えるような穀物の輸出再開などといったことが起こり得るというわけです。これはウクライナにとっての朗報であると同時に世界にとっても朗報となり得る話です。なお、この話を聞いて、ウクライナには黒海艦隊の巡洋艦モスクワを撃沈したというネプチューンという地対艦ミサイルがあったはずではないかということを突っ込まれる方もおられるでしょう。しかしここには一つ問題があります。それはウクライナには軍需産業がありますが、今まさに攻め込まれている状態で、ウクライナ全土に対するミサイル攻撃なども頻発しています。そのような状況で兵器の生産がうまくいくかといえばそういったわけではありません。そもそもウクライナの経済力というのはそれほどありませんから、たとえ生産能力があったとしても、じゃんじゃん量産してさあ兵器を使いまくるぞなどといったことはそもそも論として難しいのです。ですから海外からの兵器供与といったものが重要になるわけです。ここ最近ウクライナの国産の地対艦ミサイルの話が出てこないのは、おそらくはもう打ち尽くしていて在庫が切れ、そして生産する余力がウクライナにはないのではないかなというふうに私は思っています。この話からも見てわかるように、ウクライナは基本的に自国だけで立ち向かっていくには少なくとも士気は高いのですが、数々の兵器や弾薬などを継続的に生産する能力はなく、海外からの支援頼りになっているのが現実でしょう。そうした状況のウクライナにとってハープーン、この傑作兵器が提供されるということはかなり力強い応援となります。さて、海においては状況が改善する兆しが見られているわけですが、一方において陸上の戦場においては一つ大きな山場が来ようとしています。それはドンバスの戦いにおけるロシア軍の進撃に一つ一定の成果が出ようとしているのです。現在主戦場となっているのがドンバスです。ウクライナ東部ドネツク州とルハンスク州、この2つの州をめぐっての攻防戦が激しくなっています。このドンバスの戦いにおける特徴というのが、ロシア軍による3方向からの攻撃を受けているという全体状況としては非常に厳しい状況にある場所です。当初このドンバスにおける戦いにおいては、北から南へと進撃してくる部隊が主力であり、これをいかに抑えるのかといったのが焦点になっていました。ロシア軍の先端がイジュームを占領した後において、さあここからさらに南進してくれば、ドンバスの戦いはロシアにとってかなり有利になるだろうと言われていました。しかし、ロシア軍の進撃をある程度押しとどめるといったことをウクライナ軍が成功しました。これには、ドンバスの戦いにおいて一つ重要なキーワードとなっているドネツ川をめぐっての攻防戦があります。川を渡ることができるかできないかといったことが非常に重要になったのです。こちらに表示しているのはアメリカの戦争研究所の戦況レポートですが、ドンバスの戦いその中心となっているのはドネツ川を中心として攻撃した、攻撃を防いだ、攻撃をした、さらに橋を渡ろうとした、橋を渡ろうとした
ロシア軍を撃退したといったことなどが何日にもわたって続くこととなりました。その間、ウクライナ軍は北部においてハルキウからの反撃が成功し、占領されていた地域をある程度奪還することができました。これに伴ってイジュームからさらに南へ下ろうとするロシア軍のその背後を脅かすことができました。そのようなドネツ川をめぐる戦いといったものが最終的にはウクライナ軍に大きな戦果をもたらすこととなります。それは橋を渡ろうとするロシア軍の動きをつぶさに観察し、ドローンによる観察、砲兵の連携、さらには空軍も出動するといった連携攻撃を行うことで、橋を渡ろうとするロシア軍の機甲師団を壊滅させるといったことが起こったのです。アメリカの戦争研究所では、こうした渡河作戦の撃退にウクライナ軍は9回は成功したのではないかといったことを分析しています。その中で最も大きな戦果を上げた撃退においては、ロシア軍の戦闘車両約70両を一度で撃滅したといったことが報告されています。このような渡河作戦を阻止することによって、ロシア軍の北から南へ下ってくる圧力は大幅に低下しました。しかし、一番最初にも述べましたが、ロシア軍の攻勢といったものは、北から南、東から西へ、そして南から北へという3方向から進んでいます。この中で、ウクライナ軍の防衛線を突破したところがあります。それは東から西へ進むロシア軍です。こちらの地図においては緑、そして黒の丸が付けられている場所がウクライナ軍の防衛線を打ち破ったロシア軍が一気に占領地域を広げているということを示しています。これによって何が問題になるかといえば、ウクライナ東部ルハンシク州の最後の大都市セベロドネツクに対する補給線がロシア軍によって寸断されてしまったということです。どのように大きな部隊であっても武器、弾薬、食料などが途切れてしまえばあっという間にその戦闘能力は失われてしまいます。幹線道路を抑えられることによってルハンシク州から整然と撤退することも難しくなったのではないかと言われています。このままロシア軍の進出が続くようなことになってしまえば、最悪ルハンシク州にウクライナ軍の正規軍1万人以上が包囲殲滅される危険性が出てきました。海においてはハープーンの提供によってウクライナ側にかなり挽回するチャンスが巡ってくるという話をしましたが、一方において地上戦闘におけるドンバスの戦いにおいてはルハンシク州が陥落寸前の状況に陥りつつあります。これは非常に大きな危機ですが、しかしなぜここまでロシア軍の攻撃がうまくいっていない話が多かったにもかかわらず、このようにルハンシク州が落ちることになってしまうかといえば、それはロシア軍が失敗してきたからこそ今のような成功をもぎ取ろうとしていることがあります。というのも、当初この本格的な侵攻が始まった時、その最大の目標はウクライナという国家そのものを滅亡させることにありました。首都を攻略し、政権を打ち倒し、傀儡政権を打ち立てる、もしくは完全にその領土そのものを併合してしまうようなことを目論んでいたということが考えられます。それに伴って全方位からの攻撃といったものを行ったわけですが、それに伴って兵隊は崩壊し、ロシア軍は少し自滅するような形で首都攻略を諦めて兵を引くようなことを起こしました。大きく目立つのは首都攻略だったわけですが、同時にこの時の失敗はもう一つあって、ウクライナ南部最大の貿易港であるオデーサを攻略することも、やはりこちらもそれよりもはるか以前の場所においてウクライナ軍に押しとどめられて不成功に終わっています。次の失敗はウクライナ第2の都市ハルキウの攻略失敗です。ハルキウはウクライナにとっては重工業都市であり、兵器産業もある都市ですから、この場所を抑えるということはウクライナの継戦能力を奪う上で非常に重要なことでした。しかし本格的な侵攻が始まってその直後からすぐ攻撃を受けることとなったハルキウは頑強に抵抗し、最終的には反撃に移り、その周辺都市からロシア軍を撃退することに現在では成功しています。ここでもやはりロシア軍は攻略に失敗したわけです。それに伴ってさらにロシア軍は攻略目標を引き下げてきました。それがドンバスの戦いに勝ち、ウクライナ東部2州を併合しようという目標です。しかしこれについてもやはり失敗しました。ほんの少し前で話しましたが、ドネツ川をめぐる攻防戦においてロシア側は北部から南進するその戦力を大幅に失いました。これによってドンバスの戦いにおいて2つの州両方落とすことはかなり困難になったと言えるでしょう。その失敗を通してさらに目標を下げたのが、ドンバス地方全体で勝利するのは難しいんだからルハンシク州その一つだけでも抑えようという
目標をどんどんと下げてくることによって発生したのが戦力の集中です。目標が大きければ大きいほど兵力というものは分散してしまうものですが、一方において目標がどんどん小さくなることによって、それに伴って攻撃は一点集中することになります。そのためウクライナ東部ルハンシク州における戦いといったものは、ロシア軍によるかなり苛烈な攻撃を受ける状況で、ゼレンスキー大統領はこの状況に対してもはや地獄のようだという表現を行っています。ただ冷徹な話をすれば、現在のところロシア軍とウクライナ軍のその損失の割合といったものは、イギリスの戦況分析によると、ウクライナ側が戦闘車両1を失う時においては、ロシア側のその戦力損失は4であると表明しています。つまり、ウクライナ軍の戦車が1両やられている間に、ウクライナ軍は迎え撃つことによってロシア軍の戦車を4両破壊することに成功しているというのがイギリスの分析です。このようにウクライナの方が損失が少なくてロシア軍に打撃が大きいのですから、戦線をある程度持ちこたえた状態で整然と撤退することができれば、時間はウクライナに味方することとなります。しかしここで問題となっているのが、ルハンシク州を喪失するといったことになれば、ロシア軍にとってはこれを宣伝材料として士気を高めることができ、一方においてはルハンシク州が落ちることによってウクライナに支援する国々の間でちょっとやっぱり難しいかもしれないから、ウクライナ側が譲歩して停戦を求めてはどうかといった具合にして、結束が乱れることがウクライナにとっては最大の懸念となります。ただしそのような政治的外交的な影響といったものを考えて撤退するのが遅れてしまえば、ロシア軍による背後からの攻撃を受けてウクライナ軍の正規軍1万人以上が孤立、そして包囲殲滅される危険性があるわけです。これは反転攻勢に出るための戦力を大幅に失ってしまうことですから、今後の戦況全体においても非常に大きな悪影響を残すこととなります。日本国内の報道としては、戦いが長期にわたればわたるほど、どちらかというとそのニュースの目新しさというものがなくなるために、大きな動きだけを伝えるようになって、こうした細々とした戦況についての報道などはこれから減っていくことでしょう。しかし、その一つ一つの戦いが実は全体としてのロシアによる侵略利益がどこまで膨らんでしまうかといった話に直結することであり、私たちは関心を失ってはいけないと思っています。遠い国の出来事だからと無関心になってしまえば、侵略による利益といったものをロシアが得て、それを見た中国が、じゃあ私もと軽い気持ちで戦争を始めてしまう可能性があるということを決して無視してはいけないのです。というわけで今回はウクライナにおける海、そして陸の戦場において変化が起ころうとしていることを解説してきました。戦争が長引くことによって厭戦気分というものも広がります。それに伴って侵略されている側のウクライナに対して譲歩する形で終戦を求めるべきだといった声はこれから高まっていくことでしょう。しかしそれに伴って占領された地域で一体何が起こるか、住民に対する恐ろしいまでの占領政策が待っているということはすでにブチャの虐殺などで証明されていますし、またすでに報道されているレベルにおいても文化的抹殺を行うことなどが表明されているような状態ですから、安易な降伏をすればそれに伴って多くの住民が死に至るというこの事実を忘れてはいけません。というわけで今回はここまで。動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。